もう、いい人を辞めてもいい。嫌われたくないと思っていませんか？空気を壊したくないと飲み込んでいませんか？本当は断りたいのに、なぜか口が勝手にいいよと言っていませんか？断る理由はあるのに、言葉が出てこない。その一瞬で、もう引き受けることが決まってしまう。気づけば、誰かの機嫌を守ることが、仕事みたいになっている。それには、給料も、評価も、はっきりした終わりもない。優しいね、と言われるたびに、少しだけ疲れていく。その言葉を否定できない自分にも、また疲れていく。いい人でいれば、少なくとも嫌われない。そう思って、ここまでやってきたはずだ。そして気づかないうちに、嫌われないことが、生き延びることみたいになっている。でも、本当にそれでうまくいっているのか。いい人でいれば、全部が丸く収まる。でも実際は、なぜか消耗だけが残る。感謝されているはずなのに、軽く扱われている気がする。助かると言われながら、なぜか雑に頼まれる。いい人でいるほど、頼まれる。断らないほど、境界がなくなる。そのうち、お願いは前提に変わる。やってくれる人、という役割が固定されていく。気づけば、自分の時間も、自分の感情も、少しずつ削られている。それなのに、誰もそれを問題だとは思っていない。むしろ、助かると言われて、また引き受けてしまう。それでも、やめられない。やめたら何かが壊れる気がするからだ。でも、それは本当に壊れてはいけないものなのか。ただの思い込みではないのか。人は、期待に応えることで関係を保とうとする。それは、ある意味で合理的だ。でも、関係というものは、必ずしも頑張りで維持されるものではない。むしろ、頑張るほどに、少しずつ歪んでいくこともある。例えば、ずっと完璧に掃除されている部屋よりも、少し散らかっている部屋の方が落ち着くことがある。人間関係も、それに似ている。完璧な気遣いは、どこか緊張を生む。隙のなさは、距離を作る。ちゃんとしなきゃという力みが、逆に関係をぎこちなくしていく。本当はただ一緒にいればいいだけなのに、その、ただが、一番難しくなる。いい人であろうとするほど、本当の自分が後ろに下がっていく。その結果、関係は続いているのに、どこかで自分がいない感覚が残る。心のどこかで、こう思っている。本当は、もう少し雑でいいから、楽になりたい。でも、その願いを自分で却下してしまう。なぜなら、いい人である自分を、手放せないからだ。それを手放したら、自分の価値までなくなる気がするからだ。無理にいい人で、居続けなくてもいい。全部に答えなくてもいい。全部に理解を示さなくてもいい。少しくらい空気を乱してもいい。少しくらい不機嫌に見えてもいい。それは怠けでも、冷たさでもない。むしろ普通だ。人は、有限のエネルギーで生きている。全部に使えば、どこかが空になる。そして、その空になった場所は、大体自分だ。気づいた時には、自分に向ける余裕が残っていない。いい人でいることは、選択であって義務ではない。なのに、いつの間にか、やらなきゃいけないことに変わっている。それは少し、おかしい。最初から契約した覚えなんてないはずだ。むしろ、いい人でいないと嫌われる、という前提の方が、かなり都合よく作られたルールかもしれない。ある哲学者は言った。フリードリヒ・ニーチェ。自分自身に誠実であれ。この言葉は、随分重たく聞こえる。でも、都合よく解釈するならこうだ。他人に優しくする前に、自分に嘘をつくなということだ。嫌なものを嫌だという。疲れた時に距離を取る。無理な時に無理だという。それくらいのことは、裏切りではない。むしろ、それをしない方が歪む。優しさの形が、だんだん不自然になっていく。だから、今日は一つくらい断ってもいい。少し冷たく見えてもいい。なんでやってくれないのと思われてもいい。それでも関係が壊れるなら、それは最初からいい人に依存した関係だっただけだ。そして、そんな関係は、
守らなくていいのかもしれない。今のままでも十分やっている。むしろやりすぎているくらいだ。少し手を抜いても問題ない。そうやってバランスを取る方が自然と言える。多分明日もまた少し無理をする。そしてまたちょっとだけ疲れる。結局すぐには変われない。今までの癖はそんなに簡単には消えない。それでもいい。全部を変えなくてもいい。ほんの少しだけ演じる量を減らせばいい。今の自分を全部壊さなくていい。誰にも気づかれないくらいでいい。いい人を辞めるのは多分簡単じゃない。むしろ辞めたいと思っている時点でかなり真面目だ。だから無理に辞めなくていい。少しずつ手を抜けばいい。どうせまた誰かに優しくしてしまう。その度に少しだけ疲れる。でもその繰り返しの中でほんの少しずつ自分を優先できる瞬間が増えていく。本当、ちゃんと断れる人になりたいよ。